はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、料理を作るときは何を参考にしていますか？本、テレビ、ネット、YouTube の動画など、最近はいろいろなところから簡単に情報を手に入れられますよね。最近ふとネットを見ていると面白いレシピがあったので、実際に作って試してみます。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの牛、豚、鶏のひき肉を使って気になったネットのレシピを再現しています。結構普段からいろいろな料理サイトとか覗くんですけど、最近話題になっていた味の素の豚ひき肉塊焼きという超シンプルな料理が気になったので今日は作ります。せっかくなので牛と鶏だとどうなるのかも試してみます。最近いろいろな料理サイトとかアプリありますよね。クックパッド、デリッシュキッチン、クラシル、ナディアとか本当に便利な世の中です。一昔前であればテレビや雑誌、料理本などがレシピの主流でしたよね。今は調べれば作りたい料理や類似した料理など様々な料理のレシピを簡単に誰でも探すことができます。こんな便利な世の中になったからこそ自分は原点に帰って何十年も前の料理本を見るのがマイブームです。今では考えられないような料理とか材料を使ってたりして驚くことがあります。最近一番びっくりしたのが40年ちょっと前くらいの沖縄料理の本を見ていたら猫のお汁のレシピが載っていました。昔は猫を食べる文化が沖縄にあったことを知れてとても勉強になりました。何でも味は鶏肉に似ているとのことで、昔の人は健康のために体にいいとされて食べていたそうです。今では出版すらできなそうな内容ですよね。でもそういったものが見れるのも昔のレシピ本の醍醐味です。韓国のレシピ本でも犬の調理方法とか載っていたり時代を感じさせられます。あと、レシピで言うと、今回の味の素のように、調味料会社さんが提供しているレシピもとても参考になりますよね。調味料を買ったはいいけど、どう使えばいいかわからない時などは、そのメーカーのレシピサイトがあるととても便利です。今うちでも、俺の塩や焼肉のタレを販売しているので、よかったら Twitter などで、うちの商品を使った皆さんの美味しいと思ったレシピなどがあれば、共有してもらえたら助かります。ハッシュタグ、ホルモン島田でお願いします。美味しそうなレシピがあったら動画内でも作ってみます。ということで早速作ってみましょう。使う材料はひき肉とマヨネーズ、片栗粉のみです。まずはパックに入った豚ひき肉にマヨネーズと片栗粉を入れます。このパックの中でよく混ぜ合わせます。洗い物が減るのはいいですね。でもこのパックで混ぜるのは意外と大変です。外にも溢れるし、自分はボウルを1個出して混ぜた方が心理的に楽に感じました。これは人それぞれですね。混ぜ合わせたら平らにならして縁を少し盛り上がらせます。同じように牛と鶏も混ぜ合わせます。下準備は以上で終了です。あとは焼くだけです。簡単ですね。それではフライパンで油は引かずに焼いていきます。蓋をして蒸し焼きにします。4分から5分でひっくり返して再度蓋をして焼いていきます。以上で完成です。お皿に盛り付けるとこんな感じです。どうですか？美味しそうですね。早速食べてみましょう。いただきます。今日はヒューガルデンの禁断の果実を飲んでみます。ヒューガルデンといえば日本ではホワイトが有名ですね。こちらはそのヒューガルデンから出ている禁断の果実という種類です。ラベルもアダムとイブが描かれていて、通常のヒューガルデンと同じ会社のお酒とは思えません。コリアンダーとオレンジピールを使用し、スパイシーな香りを感じます。しっかりとホップの味があり、色は濃く、アルコールが高めなので、ゆっくりと飲みたいです。ヒューガルデンのホワイトに比べると、とても味わいが濃く、上品な仕上がりです。それでは、ひき肉の塊焼きを食べてみます。画面向かって左から、牛、豚、鶏です。それでは、牛から一旦すべて食べてみます。なるほど。全部食べてみて気づいたことは味が薄いです。味の素さんの規定の量で作ったんですけど、これだけだとほとんど味を感じません。おかずとしては味が薄いですね。これはこれだけで食べるのが正解なんですかね。なんかソースなどが必要そうです。牛が一番硬い印象ですね。豚と鶏は結構ふっくらと仕上がっています。鶏は特にマヨネーズと相性が良く、全体がまとまった感じがあります。焼いていた感じ、豚が一番脂が染み出てました。塩とかポン酢をかけて味変をして食べてみましょう。これ何かつけるのが正解です。おかずとして考えるなら何かさらに一手間が必要そうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、
本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。豚ひき肉塊焼きいかがでしたか？調味料会社さんのレシピも面白いので、今後もいろいろチェックしています。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。